海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーとですね、今日はなんとですね、ドクターヤンの顧問松下さんに来ていただきます。はい、お願いします。ありがとうございます。そしてですね、もう一人ですね、台湾の卓球コーチイエさんが来てくれます。ありがとうございます。でこちらのお二人が来ていただいているということで、今回こちらドクターヤンザ・エッグからクラシックチョッパーというカットラケットが販売されている、すでに販売されているんですけども、こちらはですね、松下さんが顧問で開発していただいたということで、このクラシックチョッパーのですね、特徴、そして、こだわりなどをちょっと教えていただけたらなと思います。はい、ではですね、早速ちょっとイエコーチとプレーをしましたので、そちらの方をご覧ください。ナイスチョップ。ナイスチョップ。参りました。はい。あと総理。見て。無理。うわ。総理です。ナコ、ナクルノスピン。ナイス。取った。いいね。ちょっといいから。はい。わあ、ナイス、ナイスもう。はい。What?
いや、素晴らしいプレーの連続でありがとうございました。実際ですね、イエコーチの打ってみて感想をちょっと教えていただけると嬉しいんですけども、どうでしたか？这把球拍跟我以往在打那一把，它的拍柄的长短决定了这个旋转。这把球拍，它的柄是比较短一点，所以在吃球的瞬间，那个触感它会给球制造出一个延迟性。对，所以在吃球的旋转，这个手上的感觉它是很明显的。普段は何のラケットを使われてるんですか？我用的是那个红双喜的008。高速機の08っていうのは結構硬いイメージがあると思うんですけど、硬いラケットのメリットって何ですか？它的好处就是在于这些削球板子偏硬，可是它们的拍面比较大的，所以它吃球的这个田区呢，它的范围也是比较大，所以它田区比较大，吃到球的时候球会比较深、比较长。对，是这样子。太いグリップのメリットってありますか？一般手柄它如果是比较长的话，它会卡到手腕。对，那正巧是这一支球柄它是比较短的，它在手腕上的活用灵巧性呢，感觉上会更清楚一些。因为有些手柄它长，它卡到手腕的时候，它的旋转有时候手腕压下去那一下，它其实会卡住的。那它因为手柄短，它这个出去手腕可以很清楚的，就是直接夹出去，它不会卡，所以它是蛮合手的。このザ・エッグのラケットは台湾アカシアという、板を全部こう上板に採用採用してるじゃないですか。でこのラケットその台湾アカシアのそのこだわりっていう話をちょっと教えていただけたらなと思います。はい。この台湾アカシアという木は、今このラケットに使っているのは要は樹齢、80年、それで、乾燥が30年というところで、約110年ですね、かけて、できた、木なんですよ。それを、利用してラケットにしとるということで、特にちょっと高級感が出てきちゃうんですけど、だから値段がちょっと高めではあるんだけどっていう、そのこだわりがそうなんですね。でもそんななんですかね、このラケット1本でそのカットのラケットで80年ものの板を使ってるってなかなかないと思いますが、こだわりのラケットなんですね。ちょっとアカシアの木の特徴として、100年を超えると、腐ってくるんですね。要は伐採しないと山火事が起きるんですよ。あ、そっちですね。腐って。そうなんですよ。それでザ・エッグは、要はそれを山火事を起こるのを、その前にこの台湾アカシアを伐採をして、それでこの木を利用して、いろんなものをちょっと作って、その中のラケットということになってます。このアカシアの木は日本人が植えてるんですよ。なるほどなるほど。100年前に。でその木を今こうやって利用して、また台湾から日本に帰ってきてっていう感じになってます。ラケットで活躍する。そうです。今度はラケットで活躍していただいて、交流になっているということですね。日本と台湾の。そうですね。じゃあ非常にこだわりの一品のカットラケット。なかなかそこまでのこだわりのカットラケットなんか少ないような気がするんで、すごいですね。ありがとうございます。どうもありがとうございました。それではですね、こちらのラケットを監修していただいた松下さんにですね、3つの特徴の話をしてもらおうと思います。よろしくお願いします。はい、わかりました。まず1つ目がですね、やっぱり打感にこだわったと。やっぱりこの硬いと、やっぱりカットの球持ちが、悪くなるということで、打感を柔らかくして球持ちを良くするということで、今回このラケットはカーボンはやめました。本当はカーボン入れるともっと攻撃力が出るんだけど、やっぱりその打感を良くするということでカーボンは除きました。なるほどなるほど。球持ち重視の。そうです。カットの安定感を出すのはやっぱり
必要なところになるそういうところですねっていうことですね。はいなるほど、ありがとうございます。まあ、ちょっと気になったんですけど、上板が硬くても玉持ちって上板硬いじゃないですか結構。でそれでも玉持ちを結構長くそうですねさせるようにさせるねってことなんですかね。はい、それをするために、はいまあ、5枚合板という、感じで中の木をちょっと柔らかくさせていただいて、板を薄くさせて上板は硬いんだけど、はい打感は柔らかくする、あーいいですね。いうことで上板硬くするのが、それがいいってことですよね。はいありがとうございます。2つ目がですね、はいまあ、ある程度攻撃力もやっぱさっきも言ったんですけど、まあ、スピードが出るというところでこの台湾アカシアの、性能を生かして攻撃のするときにはもうよりスピードが出る攻撃が出るというところに、まあ、重視を置いてます。確かにさっき指導させてもらったその攻撃受けた時に攻撃の威力って確かにとても高かったですね。これ確かに5枚合板の割には威力がある、球ちゃんと出せる感じは確かに、威力のあるボールいっぱい刺さってきてたんで、確かに攻撃力は確保できる感じはしました。やっぱ上板硬いってそこ威力あるのかなって、出しやすいのかなっていう攻撃重視の方にもいいってことだね。ちょっと他にはないちょっと特徴ですね。やっぱカットのラケットにそうですね。矛盾しますね。飛ばなくさせた方が本当はいいんだけど、でも、攻撃も必要みたいな。まあ今のカットマンは攻撃もね、もうすごく必要になってきますんで。そうですね。じゃあ両方兼ね備えたラケットであるということですね。そうですね。ありがとうございます。3つ目はですね、このストレートグリップにこだわったということと、手首をよく使えるということでこのグリップも短くさせていただいたというところです。こうすることによってさっきも言ったように手首をたくさん使いますのでミドル処理とか台上とかすごく操作性が優れていると思います。短くすると、この手首が自由に、やっぱ効くということで。操作性がいいというところで、ね、さっきのつっつきもやってもらったんですけど、つっつきもこう角度確かに出しやすそうで刺すようなつっつきがいっぱいきたんで、それもちょっとプレーでいっぱい入ってるんで、だからそうグリップってやっぱ大事なんですね。カットマンは大事ですね。カットマンはやっぱそのグリップの、じゃあストレートだけにこだわってるっていうのがやっぱそうですね。松田さんからしたないですからね。プレーはないということで、もうこのだけグリップだけを見てくれっていうことなんですね。そうですね。もうこれ一本に絞りました。じゃあ太めのグリップを好んでるカットマンの方多いと思うんですけど、そういった方にじゃあおすすめしたいということですね。ありがとうございます。ありがとうございました。松下さん、最後にちょっと、このラケットのちょっと開発の秘話なんかをちょっとなんか話をしていただけたら嬉しいです。今回このラケットを作るにあたってザエグの方に5本シダ用の作っていただいたんです。カット用のラケットを5本。そうですっていうことです。そうです。そうなんですね。その5本のラケットから選んでくれと言われて、ちょっと中身もちょっと変えましたけど、選んでくれということで、それを家の食卓でポンボットを利用してちゃんとポンボットを出しますね。でそこで家でカットをして、それで1本選んだと。なるほどなるほど。じゃあそれで仕出していい感覚のカットがいい感覚のそうですね。選んで、それでまたちょっと改良をしながら完成したという感じです。このグリップはこれは松下さんのこの太さが入ってるんですか。もう松下さんの太さ。普通だったらここまで太くしないというんですか。標準のカットラケットってなんか今結構やっぱ太いのがいいって言ってもまだここまで太くないじゃないですか。そうですね。これはやっぱ松下さんの要望が入ったんですか。もっと太く。そうですね。私が現役時代の時にちょうどこのグリップを使っとってものすごく操作性が良かったもんで、今回ちょっとこだわってこの形にさせていただきました。そういうことです。松田さんのこだわりがいっぱい入ったラケットになっているということですね。なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということでですね、こちらのクラシックチョッパーはですね、非常にこだわった一品になっています。ぜひですね、カットマンの方は使ってみてください。皆さんのご注文お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。